私は人間でも人工知能でもないような存在でありました。あれは2014年の夏に違いありません。4歳の私は AI 人間チェスコンテストの主催者に取り囲まれ、コングレスセンターの庭園の池のほとりにブルーグレーの簡素なワンピースを着て立っておりました。私を取り囲む主催者たちのさらにその周りには、低調で威圧的な聞き手がひしめき合い、私の言葉を我先に奪い取ろうと身を乗り出しておりました。時折カメラを担いだ人垣の合間から新宿のビル群がのっぺりとした壁紙のように巡らされているのが見えました。現場からお伝えします。今年この会場で AI フェルマー SV に立ち向かったのは新技術ではありませんでした。勝者は人間の少女です。異例の生身のウィナーです。人間の快挙です。生まれてたった4年の人間の女の子が成し遂げました。小さな救世主の狂気の嵐を巻き起こすのは有識者予想、全人類がフェルマー SV に敗北と、翼効果 will be a loser と連日書き立てていた記者たちであります。それにしてもこの青空のなんと息苦しく不透明なことか。人間の救世主。私は窮屈な空から靴の先へと目を落とし、なんだかつまらない時間を過ごさねばならないことになったなと思います。無責任な歓喜の声が風に溶け、せっかくの静謐な池の水面が乱されております。フェルマー SV、ルーク、スライド、カチカチピッ、翼子、ナイト、ワープ、カチカチピッ。たった132分前、私は人間の英知の結集が生み出した史上最強の AI フェルマー SV と対戦を始めました。人間が生んだはずの知能は深層学習の果てに人間の手の届かない領域に達していたはずでした。人は他者の一挙手一投足に文脈を求めます。しかしフェルマー SV との対戦に文脈の読み取りは禁物です。独特で支離滅裂な挙動を支離滅裂なままで受け入れるのです。物事は不連続です。筋道は幻想です。精密に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 、バラバラなものをアンバランスなままでギリギリ崩壊寸前を狙って積み上げるのです。脳内で勝手に組み立てられてしまったコンテキストを再度バラバラに分解し、決して相手の策略を読もうとしてはいけません。無意識を否定し、無感情であれ。自動生成の未来予測にひれ伏すな。無意識は夏のプール、あるいは海洋の液体のように平然とあって、例えばそこにぷかぷかと浮かんでいる積み木のようなものが意識です。私は液体のような無意識から積み木のような意識をすくい上げます。
誕生4年の知能と製造2年の知能とが交代番号にチェスという名の崩れそうで崩れない積み木遊びをしました。積み木のタワーは過敏症的快楽を誘い、陶酔感がかきたてられました。危うさは快楽です。ああ、さっきまで楽しかったのにな。強すぎる日差しが濃すぎる影を作っていて、それは奈落までぽっかり開いた穴です。私はほつれかかった靴紐が奈落の底に落ちていくようなのを眺めながら、記憶の中の精密で端正な積み木のタワーが記者たちの雑音にすっかり崩れ去り、無散していくことに辟易します。人間の救世主の誕生です。天才少女翼子ちゃんにインタビューです。群がる記者たちとの距離は1メートルもないのに、とても遠いところから話しかけられているような気がいたしました。記者たちの積み重なった慌て声は、私の頭の中で霞のようにぼんやりとこだまして、次第に糸の組めないどろりとした塊になってゆきました。AI に人間が勝つ日が来たということですが、それはどうでしたか？小さな靴で前人未到の地に降り立ちました。その景色は？未踏の地は何色ですか？人間の救世主。何を救う人の名言が欲しいのだろうか。何を見た人の観測が欲しいのだろうかと、私には人の心というものがわからないのです。 AI に私が勝った、ただそれだけのことを人類史上の快挙だなんて大げさに受け取って、人々が私に何かを救わせようとしているようだとかろうじて悟ったのみでありました。何を言えばいい、どう笑えばいい、どれほど嬉しそうに、いかほどの得意顔をして、人間の救世主。到底私の表情は求められる頼もしい救世主らしさとは、もしくは少女のあどけなさともかけ離れていたと思います。人間のシナプスは拳を固く握りながら笑えるようには接続されないものなのです。機械です。機械の笑顔です。そこで笑っている少女は自らをほとんど機械なのだと認めつつ、けれど過剰なまでに人間と連呼されておるのでした。人間が人工知能に勝利したという事実が持つ途方もない意味を推測しようとする4つの少女でありました。そして正しく返答できない自分の無能に怯えるただの4つの少女でありました。学ぶことをやめたとき、それは死の始まり。狂気の物理学者。建築は終わった。生き字引の建築家。神はサイコロを振らない。公式を見捨てられない理論物理学者。
それでも地球は回っている。有罪の天文学者。私の目の前の記者たちが求める言葉は、多分、これらのどれとも違います。喝采の中にポツンと落ちる、シミの甘美をめでるような人間たちではありません。少女は黙り、池の枯れたハスの葉を見ます。街中で配り散らかされた、公害、爆誕、青い髪の救世主と歌う新聞紙が、風と舞踊し、そこいらの電信柱とハグしました。たった4歳のあの日、世界は私の話で持ちきりでした。私は、本当に悲痛なことに、その少女の話をしなければなりません。脳が無邪気だった頃から、順々に、脳裏にまで染みた疎ましい記憶の残骸を蘇生しようと思います。幼き頃から、非生物のようでなんだか気味が悪かった私の青い髪は、妖気が漂う白髪混じりになりました。空の色というよりも、おどろおどろしい開口を想起させたかつての青色を、砂浜に打ち上げられて死んだ魚の鱗のような黄ばんだ白が汚しております。この部屋の壁には何やら鉄格子のようなものがはまっていて、逃げたいわけなどないというのに、生きたいわけなど死にたいわけなどないというのに、無表情な看守が私を見張っております。私は小さな窓に両肘を置き、鉄格子の合間から眼下の景色を覗き見ます。私が殺した無限の人々を忍ぶ、さらに無限の人々の痛みを何にも受け止められずに微笑みます。英語の傷跡を残せてしまった痩せた両の手のひらを、なんて愚かだと笑います。私の笑った横顔に、看守が怯えて殺気立ちます。たった29歳の明日、世界は私の話で持ちきりでしょう。死の商人、シス、と。ダメイド7前日談、天才少女翼子博士の一生、ライトノベルズ近日発売。 YouTube チャンネル登録よろしく。